どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、明日予告編の公開が控えているゴジラシリーズ最新作のゴジラ -1 の最新情報をちょっと話したいと思います。アルキメデスの対戦、永遠のゼロなどの山崎隆監督によって制作されているゴジラ -1 は、これまでのゴジラシリーズとは繋がらないスタンドアロン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。特報映像の中では、尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれているんですが、まだ物語の全容はつかめていないんですよね。特報公開以降、全く情報が公開されてきていなかったゴジラ -1 ですが、昨日大きな動きがありました。ゴジラ -1 の X の公式アカウントが9月4日の14時45分に YouTube にて最新の予告編を公開すると発表しました。これ自体とても大きな発表なんですが、この投稿にはさらに大きな情報が含まれていました。おそらく予告編もしくは本編の映像が一部含まれている映像が添付されており、サブリミナル的な要素を取り入れられているその映像なんですが、大きなヒントがいくつも隠されているように感じますね。昨日もこの映像に関する大まかな概要を解説したんですが、予告編の公開を明日に控えた本日は、昨日に公開されたこの映像の気になる箇所をさらに深掘りしていこうと思います。まずは破壊された潜水艦に関してですね。こちらの潜水艦はゴジラシリーズで頻繁に取り上げられてきた原子力潜水艦ではなく、第二次大戦中に米軍が主力として運用していたガトー級潜水艦であるとのことで、核物質などが搭載されているものではないようですね。映像内に登場した潜水艦は破損しており、実写映像と破損箇所を確認するような書面媒体がシーンとして登場しているんですが、こちらは一体何を意味しているのかというと、これは MK18 機雷による被害状況の確認と状況見分のための資料ということのようです。戦中戦後どちらかはちょっとはっきりとしないんですが、何かの原因で潜水艦の前方部分の船首に甚大な損壊が発生し、それを調べているというニュアンスの映像とのことなんですが、明らかにこの画像を見る限り機雷による攻撃ではないですよね。特報映像で電車に噛みつくゴジラが登場していたんですが、それと同様の攻撃行為を潜水艦に行った後に見えてきませんか？船首部分を加えて投げ落とした、もしくは噛み砕いたように個人的には見えてきますね。核物質を吸収するためではなく、意図的に潜水艦を攻撃したのであるならば、今回のゴジラはかなり攻撃的なアクションをしてくるのではないでしょうか。また、それを示すように軍事的な海図が映し出されるシーンでは、ゴジラと思われる対象物が明らかに艦隊の方に自ら近寄っていっている場面が見受けられるんですよね。小笠原諸島、南方諸島の海上を示していると思われるその海図には、デッドインウォーター、サンク、ディサブレットという文字が艦隊を思わせる記号に対して付随して記載されているんですが、デッドインウォーターは座礁、サンクは沈没、ディサブレットは航行不能を表す単語なようなんです。そうなってくると、小笠原諸島では潜水艦が破壊されて座礁して動けなくなり、南方諸島では4隻の艦艇がゴジラに戦いを挑み、3隻が沈没して1隻が航行不能になったというように受け取れるんですよね。これは映画本編の中で一体どのあたりの位置に属する場面なのかわかりませんが、少なくとも米海軍とゴジラの死闘が繰り広げられるシーンが映像として登場するのは間違いないのではないでしょうか。第二次大戦期の艦艇とゴジラが戦うというのは国産ゴジラ映画シリーズの中では描かれてこなかったものなので非常に楽しみですね。
また、日本の南方から日本列島に迫っていることが進駐軍によって確認されて、日本の首相宛てに1947年2月に我が国の諜報機関は現在同盟国の部隊と連携を進めている。日本列島の南方から高速で向かってくる巨大な水生生物の存在を確認したからだという文章が送られてきているということは昨日の動画でも解説したのですが、前日した海上での戦闘は果たして戦後の出来事なのか戦時中の出来事なのかはちょっとわからないですね。戦時中にゴジラと戦闘していたことを米軍は隠蔽しており、ゴジラが日本に迫っていることを知り、急遽先ほど紹介した文章を発信したのかもしれません。ティーザー映像内には火山列島、イオン列島を示す海図も登場しており、激戦区であった硫黄島ももしかしたら関連しているのかもしれませんね。また、1947年2月にゴジラが日本に向かっているということは確定しているんですが、その時期は米軍がビキニ環礁で一番最初に実施した原子爆弾の実験であるクロスロード作戦の実施から数ヶ月後なんですよね。クロスロード作戦は1946年夏にアメリカが実施した核実験であり、21キロトン級原子爆弾を用いてエイブル実験とベーカー実験と呼ばれる2回の爆発実験が行われたというもので、水着のビキニの名称はこの作戦のうちのエイブル実験がその由来となっているとされており、様々な意味合いで名前が知られているんですよね。1946年7月1日のエイブル実験では核爆弾を高度158メートルで爆発させており、7月25日に実施されたベーカー実験では水深27メートルの海中で爆発させており、周辺に甚大な核汚染を巻き起こしたんですよね。3回目としてチャーリー実験が予定されていたんですが、ベーカー実験において生じた放射能が予想よりも激しかったため中止されたとのことなんです。今回のゴジラの誕生もしくは凶暴化にはこの実験が関わっている可能性も高いですよね。日本の南方の海から接近してくるということからして、明らかにその海域から接近しているのは明白ですからね。今回のゴジラがなぜ日本を目指してきているのか、その理由は全くと言ってわかりませんが、少なくとも人間に対して凄まじい憎悪を抱いているのは間違いないと思います。山崎隆監督はコメントで、何もかも失った戦後の日本、そこに追い打ちをかけるようなかつてない絶望を与える存在を描く、そんな意味も込めてゴジラ -1 というタイトルは生まれました。そしてそのことを描くために恐怖そのものが歩いてくるかのように見えるゴジラの姿と、絶望に絶望を塗り重ねるような設定をスタッフともども作り上げてきました。僕が今まで作ってきた映画の集大成になっていると思います。そしてそれは劇場で見るのではなく体験するにふさわしい作品になったと思います。ぜひ最強のゴジラを最高の環境で体感していただきたいと思いますと発信しているので、今回のゴジラ -1 は原点回帰とも言える恐ろしい恐怖の対象の存在としてのゴジラを描く作品になっていると思います。そして今作は12月1日から全米公開も予定されており、AMC、リーガルなどの大手映画館チェーンでの上映が決まったそうなので、1000館から2000館規模の公開規模になってくるんではないでしょうか。ハリウッドの大作映画と横並びに公開されるクオリティに仕上がっていると思われるゴジラ -1 ですが、その全貌は明日9月4日の14時45分に明らかにされます。一体どんな映像がお披露目されるのか、皆さん首を長くして待っていましょうね。また面白い情報が入り次第動画にします。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。